なんかお腹が痛いな、普通に同期にお腹触ってもらって痛いなってなって、CT 検査やった後に注水腫瘍の疑いっていう風に読影結果で書かれてて、その内視鏡のカメラの画像とかもモヤモヤってか悪性腫瘍とかするんですけど、そんな感じがあったので、これはかなという気持ちはありました。それではノートスタートしていきたいと思います。今日のゲストはタモリさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わざわざ、はい、東北から東京に来ていただいてといったところでありがとうございます。はい、今日はですね、タモリさんの、お話をちょっとお伺いしていきたいと思うんですけれども、まず私ですね、岸田と申しまして、今日の MC を務めさせていただきます。はい、早速なんですけれども、はい、ゲストの紹介をしていきたいと思います。今日のゲストはですね、はい、タモリさんになります。はい、タモリさんは虫垂がんに、はい、かかられたと。はいいうことで、虫垂がんって結構珍しいがんですよね。そうですね。大腸の一部の、いわゆる虫垂炎になるところ、盲腸とかになるところです。はい。ね。はい。そうです。皆さん、先にお伝えしておきますけど、タモリさん、はい。医師でございますので、すごくそういったところはもう詳しいので、もう結構ね、もう今日はすごくいろんなとこお話聞いていきたいなと思います。もうサウナとか書いてるところね、めっちゃ深掘りしていきたいんですけれども、ちょっとね、早く本題入れと思われると思いますので、はいちょっとまた機会にちょっとそこはお話できたらと思っております。はいステージが2でですね、25歳の時に告知を受け、そして、手術や薬物療法を経て、今経過観察という27歳の、はい、タモリさんになります。そんなタモリさんですね、ペーシェントジャーニーをお伺いをしていくんですけれども、これからお話しする内容はですね、個人の経験談でございまして、特定の治療を推奨しているわけではございません。またご自身の病気は、主治医の方にですね、ぜひご相談いただければということを思っております。で、これから見ていくペーシェントジャーニーというグラフはこのような形となっておりますので、こちらもご参照ください。はい。では、こちら、ドーンといったところでですね。はい。タモリさんのペーシェントジャーニー、こんな形となりました。最初がね、ドーンと下がって、また真ん中で下がっていってという風な形ではございますけれども、最初の下がっているところが2011年の、はい、12歳の頃なんですよね。これは何があったかというと、こちら、潰瘍性大腸炎で入院ということで、小学6年生そうですね。はい。の頃に、ちょっと潰瘍性大腸炎でちょっと、ご存じない方のためにもちょっとだけ説明していただいてもいいですか？いわゆるお腹が痛いとか下痢とかが最初きっかけで気づいたんですけど、そこから内視鏡検査をしたら発覚したって感じで、主に大腸の粘膜が荒れてしまう病気で、完治はなかなか難しいとはされてる一応国の指定難病にはなります。指定難病になっていくといったところで、入院までされていくんですね。1ヶ月なので、本当に重症の方よりかは自分は軽い方なんですけども、学生の頃にしたっていう感じでね。あれですか、その時は治療法としては、ステロイドの飲み薬ですね。はい。そっかそっか。それを続けられてっていう形なんですよね。はい。なんかね、最近またいいお薬出たんですよね。そうですね。はい。そのおかげで比較的普通に、自分も今は何も食生活とか気にせずに生活できてるので、そういった方はどんどん増えてらっしゃいます。一応、一番多い指定難病だった気がします。そうなんですか、国の中で。はい。なので、それが最近、そこから外されるみたいな騒動もあって、結構長期にわたる治療なので、それは。そうですよね。ほぼね、一生付き合っていかないといけないね、疾患ですよね。はい、そのね、潰瘍性大腸炎に入院されていく一番下がっているところから上がっていきます。それがこちら、医学部へといったところで、はい。これは医師になろうと思った、そのきっかけっていうのはやっぱこう潰瘍性大腸炎とかそういったところになるんでしょうか？それもありますね。はい。やっぱり主治医の先生とも喋ってて、そこに憧れてたっていうのもありますし、はい。医師に憧れがあってといったところで、進まれていくといった医学部に進まれていきます。はい。で、医学部に進んでいく。あれですよね。そういや、タモリさん、こちら、ご出身が、はい、秋田県といったところで、そこからもう、勉強されて、
あれですか、地元の大学に行かれるんですか？まあ、大学はその宮城の方、うんはい。うんうん。行ってとはいいったところなんですね。はあ。結構医学部、いや、ごめんなさい。ちょっといやいや医学部結構大変、いや、まあ、でも当たり前ですよね。そう、はい。まあ、勉強が、うん。ぐらいしかできなかったですね。いや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 。やっぱり最初その海洋生大1年で受験期のやっぱり何回か増悪寛解はあって、うんうん。受験期の頃とかも体調崩したりもあったので、それで一回やめようかなとも思ってた時期あったんですけど、まあなんとかできたって感じ。おお、そっか。このね、病気を患いながらも、はい医学部へ合格してってところでね、そこからはい、こちら、研修医がスタートしていくということで、あれ、今医学部の何年生から、もう6年終わってから研修6年終わってから2年間が研修医ですね。はい。研修医で様々なところに行くんですよね。はい。おその1ヶ月おきとかでいろんな科をローテートするって感じです。これも、すいません、なんか、これを機にいろんなちょっとこと、質問なんですが、はい自分の行きたい、その、科とかは選べるんですか？それともその病院でもうこのローテーションって決まってるんですか？比較的なんか必須のローテート科っていうのは決まってて、うん。そこをプラスして自分が行きたいところを選んでやるっていう感じですね。はい。だからもう必須とプラス自分で行きたいところっていうところで、ちなみにどんな科で回られたんですか？まあ比較的全部は回ったかなと思う。あー内科であったり外科であったり、まあ精神科、産婦人科とか、もうそこら辺は全部必修なので、そういうのやったりとかですね。なったという、はい、そこからですね、はい、研修医がスタートしていって、仕事にも慣れてきた。まあ、これ研修医も慣れてきたっていうタイミングですよね。はい。ずっとね。もう研修医って、すごいもう、何でしょう。ブラックジャックによろしくのイメージがあって。どうしてもそのイメージが強いですけど、まあ上の先生方はだいぶ忙しくされ、今もまあ忙しいには忙しいですけど、だんだん職場環境は改善されてきたって感じですね。そうですね。ちゃんと寝れるようなそうですね。はい。感じにはなっているはい。という感じなんですね。はい。そこからですよ。はい、皆さん、慣れてきたかなと思った時に、虫垂炎で入院されていくということで、虫垂炎で入院ですね。これは、だから、さっき盲腸のある場所って言いましたけど、まあ、盲腸になったみたいなイメージ。そうですね。普通に働いて出勤した後に、なんかお腹が痛いなっていうことで、まあ歩いてて、普通に同期にお腹触ってもらって、それでまあ右下のところがもうちょっと痛くなるんですけど、それ触って痛いなってなって、まあその若年のこういう人がお腹痛いってなったら大抵は虫垂炎なので、消化器内科の先生とかに相談して、あ、そうだねって、じゃあそこで CT 取りましょうかってなりまして、そこで診断したって感じですね。はい。じゃあそこで診断を受けてっていう風な感じになるんですね。この、なんか、虫垂炎で入院でこう書かれているんですけど、結構まあ上目なポジティブの赤色でもあると思うんですけど、この時はなんか、まだ大丈夫だろうと思ってた感じでのポジティブ。そうですね。まあ、一緒に一回はなるだろうって自分イメージがあったので、盲腸は。そうなんですね。まあ、ちょっとそこまで忙しくない時になれたし、ちょっとまあ入院ね、して、治療にもお仕事も休めるかなってちょっと淡い気持ちもあってね。まあまあね、まあ一緒に一回あるっていうことを思っていたっていうこともあってっていうことですね。はい。で、そこからですね、抽選に入院していきます。すると、検査の結果がということで、これはどんな検査していったんですか、この時は。まあ、中性の診断って主にCT 検査で、と採血検査になるんですけど、CT 検査やった後に、やっぱり普通の虫垂炎とは違うんですよね。いや、自分もそこまで詳しくない研修医の身だったんですけど、画像を見たら、まあ明らかに普通の虫垂炎よりかは腫れてるというか、それで、まああんまり良くないのかもしれない。自分でその CT とか見たりとかして、そうですよね。せっかくね、自分が。ってことは自分の研修医でいる病院で、そうです。そこで検査を受けたので、自分のね、やつだったら、まあ自分、そうですね、見えますよね。そこで、今CT 検査取った後って、放射線科の先生が読影結果とか出してくれるんですけど、そこで、ただ普通の虫垂炎って書き方ではなくて、虫垂腫瘍の疑いっていう風に読影結果で書かれてて、まあ、そこの時点で、あれおかしいな、虫垂腫瘍の疑い、
って中性の合併も否定できずみたいな書き方で、まあそこ見て、あれとはなりましたね。自分の中でね、はい自分の中であれっていう風な、で、はい。明らかにそうではあったんですけど、他の先生方も気を使ってくださったのか、そこではまだ断定的には言わず、詳しく調べてから喋ろうっていう感じにはしてくれてましたね。はい。ああ、そっか。はい。ちょっと一瞬だけ脱線するんですけど、CT の結果って、なんか、一般の患者さんって出てくるの1週間ぐらいかかるイメージなんですけど、はい。それはやっぱ読影の先生が見て、それで、ダブルチェックとかして、OK ってなるのがやっぱり1週間ぐらいやっぱかかっちゃうんですかね。そうですね。まあ、早いとこだと、その日ぐらいに放射線の先生見てくれることもあるんですけど、ちょっとラグがあったりしたらやっぱり1週間後とかには説明にはなるかなと思います。まあ、めちゃくちゃ急いでる時はね、多はい分そういうのあるんでしょうけど、はい。ありがとうございます。はい。そしてですね、検査の結果、ちょっと芳しくないぞと自分で分かっていき、その後、こちら、内視鏡検査をされていった後に、がん告知を受けていくということで、追加の検査があったんですね。そうですね。最初の抽選の時は、主に入院して点滴の抗生剤の治療で、一回炎症を落ち着かせて、そこでだったんですけど、まあ普通なら抽選って落ち着いた後に、まあ手術して取りましょうかとかなるんですけど、やっぱり画像でそういった風に怪しい所見があるっていうのと、やっぱり自分はその潰瘍性大腸炎がもともとあるっていうのがあったので、まあそこでもちょっと非典型的ではあるので、しっかりそこの注水以外に病変がないかっていうのを調べるために、内視鏡検査を先に大腸の内視鏡検査やったって感じですね。で、その場で大腸内視鏡検査がん告知なので、その後すぐ告知を受ける。そうですね。まあやっぱり検査した後に麻酔から覚めて結果とか教えてもらうんですけど、普通の内視鏡検査って生検なしで終わるはずなんですけど、生検を8個ぐらいしたと聞いてそれはおかしいなっていう話で、やっぱりその内視鏡のカメラの画像とかもちょっと見させてもらったんですね。そこで自分的にもちょっと内視鏡でカメラで見るとモヤモヤってか悪性腫瘍とかするんですけど、そんな感じがあったので、これはかなという気持ちはありましたね。でそこで生検して、およそそれも1週間後ぐらいに結果が出るっていう感じなので、そのメインで外科の先生ですねに見てもらってたんですけど、その働いてる時に病院のピッチの方に電話かかってきて、ちょっと話があるというふうに外来の方に来てくれっていう感じで、結果的に悪性腫瘍でしたっていうふうに、呼び出されて分かっていくっていうことなんですね。この時のご自身の心境というか、検査のねCT のやつでもしかしたらなっていうところもあったかと思いますけど、このがん告知を受けた時のご自身の心境いかがでしたでしょうか？やっぱり最初の画像を見た時に、やっぱり悪性とか腫瘍っぽいなっていうの分かってたので、そこまでその場で例えば泣くとか感情がすごい動くってことはなかったですね。やっぱりかという気持ちの方が、その場でも一人だったので、って感じですね。そっか。普通なら多分家族とか呼び寄せてちゃんとした場でなんですけど、向こうも自分がカルテを見てるとか検査結果分かってるっていうのは、履歴的なやつでね。そうですよね。あるから、そこも分かってるだろうということで、その場で、そのままお仕事戻っていくんですか？そうです。すげえ。30分ぐらい抜けて、がん告知されて、そこまで働くって。すごいな。もう、動転しちゃいそうやけどな、僕やったら。で、その後ですね、下がっていきます。一番下がってる部分じゃないですかね、これは。それがこちら。手術ということで、開毛部切除術と書かれています。これはどんな仕様なんでしょう？大腸の小腸から大腸につながってあるんですけど、その端っこに注水っていうのはついてるんですね。その根っこだけを取るのが普通の中性の手術なんですけど、そこよりも大きく、大腸の、3分の1ぐらいをガボッと取って、そんなに取るんですね。そうです。で、あとその周りのリンパ節とかも転移してる可能性があるから取るっていう感じですよね。およそお腹回復手術じゃないですけど、腹腔鏡です。腹腔鏡でそんな取れるんですか？腹腔鏡で4個ぐらい穴開けて、摘出するための傷が横に10センチぐらい開けて、それでやったっていう感じです。
いや、腹腔鏡です。大腸の3分の1取るんですよね。最近はどんどん。最近はそうなんですか。はい回復手術じゃないんですね。そうです。はい。なので、傷跡も結構少なくはしてはくださいましたね。はあ。で、その大腸を取る部はい。分の、傷はあるけどっていうことですよね。うわ、すご。その手術も自分の病院なのでやっぱり何しろみんな知り合いなんですよ。そうですよね。病棟の看護師さんやら、手術場やら、はい。ですよね。全部が、はい。それは、だって、なんか自分の病院は嫌だっていう人もいるじゃないですか。自分も絶対その気持ちだった。そうなんですか。ですけど、最初がやっぱり職場中に診断してもらったっていうのと、やっぱり担当の先生も知り合いというか、指導してくださる先生だったので、変えるのも、確かに変えれないですね、そうなると。あと、働きながら検査とかできたので、今としてはいいのかなとは、はい。仕事休んでね、行かないといけないっていうんじゃなくて、仕事のちょっと合間、ちょっと抜けてっていうこといけますもんね。あとその手術の時とかも結構、研修医がいるので、お見舞いとかも結構来てくれたんですよね。向こうの仕事の合間とかに顔見せてくれたりとか、そういうのが、あと差し入れとか持ってきてくれたりとか、そういうこと考えると、良かったなとは、はい。気まずいですけどね、やっぱり。そっか、いい面もあり、ちょっとね、悪い面もあり、ちょっとそれでただね、そのままご自身の病院で治療されていくっていうことで。やっぱり医療従事者の方、話題に上がるんですよね。自分の病院では手術したくないっていうのは結構。言いますよね、言いますよね。僕としては、よくはあるよとは言いたいです。そんな悪いもんではないよと。執刀医変更できないですよね、多分ね。できないです。で、なんかこの人嫌だとかならないですよね。一応上の先生にやってもらえる。素晴らしい。じゃあ治療をね、こうしてもらって、ただちょっとお伺いしたいのは、この一番やっぱ下がってるってことは、結構きつかったってことですか？これは。そうですね。自分でも、痛みには強い方なのかなっていうのはあったんですけど、手術前までは楽で、今って手術全身麻酔の後に腰から痛み止めの麻酔のやつ入れて、手術後の痛みとかそれ押せば痛み止め効くっていう感じなんですけど、それをしても自分の場合全然効かなくて、痛み止め何時間おきに使えますっていうあるんですよ。それを6時間経ったら使えるだったので、6時間自分でタイマーかけて6時間経ったら看護師さんを呼んで、すいません、痛み止め入れてくださいっていうので、だいぶ痛みに弱い。やっぱりお腹が張ってる感覚ですね。大腸が手術後って動かないのでガスが溜まって、はい、って感じで、激痛って感じでずっとなんていうか、便秘のガスが溜まってる感じが一日中続くっていうのが3日ぐらいですかね。それがあったのがしんどかったですね。そっか。はい。その後、手術の後ですね、こちら。職場に復帰されていくといったところがあります。これはどれぐらいで職場に復帰できていくんでしょうか？入院自体が10日間ぐらいだったんですけど、終わって1週間以内ぐらいにはもう戻ってましたね。マジですか。やることがなかった。そこまで忙しいローテッドでもなかったので、ゆっくり戻ってったって感じになります。そうなんですね。当直とかはちょっと免除はしてもらいましたけど、1ヶ月ぐらいは。当直しながらちょっときついですよね。また後でもね、いろいろ詳しくお話聞きますけど、体力的には大丈夫でした？やっぱり1週間寝てると、それなりに体力っていうのは落ちて、歩くの少ししんどいなっていうのはあったんですけど、比較的若いっていうのもあるんですけど、戻りました。はい、数日では。で、その中でちょっとまた次上がっていくのがこちら。病理診断で転移なし。病理診断、そっか、手術を取ったやつを。そうですね。はい。一番怖いのが、その注水のとこだけじゃなくて、他のとこにも転移してないかっていうのが一番の心配で、転移っていろいろあるんですけど、リンパ節に転移したりとか、腹水に出てきたりとか、肝臓とか肺とか行ってるっていうのがあるんですけど、腹水を手術の時に取って、それが転移してないっていうのがまず何よりで、あとリンパ節とかも幸いそこまではリンパ節には行ってなかったと。ただその注水の
比較的外側の方にも出てて、こう内視病理で見ると少し静脈とかには侵襲してるかもしれないという分類だったので、一応ステージで言うとステージ2の中でも少し再発の度合いが高い、ハイリスクステージ2って言うんですけど、っていう分類でした。もうほぼ3に近いステージ2、そうです。はい。そうなのか。ただその中で転移がないっていうことが分かって、一旦ここでは良かったな。はい。自分としてはもう転移してそうだなって気持ちの持ち合いだったので、そうだったんですね。幸いそこは良かったかなっていう安堵の方が残りた。はい。なのでちょっと上がってきてますが、ただその安堵した後にちょっと下がるんですよね。それがこちら。セカンドオピニオンを受けられていく。そうですね。セカンドオピニオン、もう一応取り切ったんですよね。取り切って、あんまり典型的では、そもそも虫垂がんって大腸がんの中の 1% ぐらいで、かつ自分の場合は潰瘍性大腸炎がベースにあるっていうのもありつつなので、病院の先生もほぼほぼ慣れてないっていうのと、自分でも文献を探したけどどういうのが標準的な治療なのかがわからないっていうのもあって、最初はその病院の先生に勧められてセカンドオピニオンって手もあるよって言ってくださったので、がんセンター、東京のがんセンターの方に行ったって感じになります。そっか、虫垂がんで大腸がんの中の直腸がんとかあれ、そうです。大腸の中の部位の違いなので、大きく見れば大腸がんなんですけど、明らかに虫垂ってピョンと出てるので、本当に一緒でいいのかっていうのはガイドラインでも一つ同じ治療法とはされてるんですけど、違うと思いますね。そうですよね。虫垂がんで出てくること多いですしね。そっか。だからそのままでいいのかってどうなのかっていうところで、東京の、そうですね、追加で化学療法を受けるかどうかっていうのですね、メインは。国立がん研究センターに行かれていきます。で、そこでのセカンドオピニオン、これ、ちょっとネガティブめに書かれているので、なんかちょっと想像、ちょっとあんまり良くないのかなと思ったんですけど、いかがでしたか？正直セカンドオピニオンでもがんセンターの先生は、ごめん、あんまり分かんないって感じだったんですよね。そうか。自分が相談しに行った先生が大腸のやっぱり専門の先生で、潰瘍性大腸炎っていうのはまた別の分類らしくて、専門の先生とかが。なのでそこの先生は優しかったので、電話で知り合いの潰瘍性大腸炎とかに詳しいような先生に聞いてくださって、基本的にはやった方がいいでしょうと。一つ自分が懸念したのが、化学療法をやることによって、例えば潰瘍性大腸炎が悪化してやる必要がない化学療法をやったことによって、もっと大腸全体が荒れて潰瘍性大腸炎が悪化するっていうのがあれだなと思ったので、そこメリットデメリット考えた時に、それで悪くなることはないので、再発のリスクを少しでも減らせるならやった方がいいかなっていうことになりました。そうなんですね。虫垂がん自体もね、だから全然症例もね、少ない中でといったところでね。その中で、セカンドオピニオンよりも下がっていくんですよね。それが次こちら、やった方がいいだろうということで薬物療法されていきます。これが、カペオックスですね。という薬物療法をされていく。これはちょっと下がっていく理由は何でしょうか？やっぱりしんどかったですね。カペオックスはカペシタビンとオキサリプラチンっていう2週間内服でカペシタビンっていう飲み薬を飲んで、その最初にオキサリプラチンって点滴ですねをして、2週間内服1週間休んでの到底3週間のやつを半年間到底8クールかな、やるっていう感じ。そうだったんですね。これはやっぱ下がってるのはちょっと大変だった。そうですね。初日がやっぱり点滴した後は、数日かもしれなかった。手足のしびれだったりとか吐き気であったりとか、そういうのに悩まされたのでちょっと低くなってるという感じなんですね。これどれぐらいやるもんなんですか、期間的には？半年間。半年間。ずっと。わあ。それもあれですよね。もう職場復帰されてるから、その中で働きながらやってますよね。ちょっと、ここも迷ったところではあるんですよね。やっぱり化学療法中って感染リスクがどうしてもあるっていうので、人通りの多いところには出ないでくださいと、やっぱりネットでも調べると出てて、どうしても自分は感染してる可能性がある患者さんに一番触れる職場っていうのがあって、
やっていいものなのかってのあったんですけど、まあ最大限感染には注意しつつ、あんまり携帯を変えずやったって感じ。まあ、難しいですね。そういうね、まあ、しっかり防御してっていう形ですね。あんまりネット探しても、医療系の人でどうしてんのかってのは出なかったですね。そうですよね。いやー、まあ、そこの中でね、何もなかったですか？大丈夫ですか？大丈夫でした。よかったよかった。運が良かっただけなのかもしれない。ちょっとそこは相談が必要かなと。そうですね。皆さんそこはね、業者の皆さんと、状況もね、全然違うと思いますので、そこ相談いただければと思います。その中で、その後は上がっていくのでちょっとほっとしていくんですけれども、研修終了となるんですけど、青色のネガティブな吹き出しなんですが。一応ここも化学療法中ではあって、幸い結構自分点滴した後の数日間っていうのは辛い、2、3日は辛いんですけど、その後の内服の期間とかはそこまでしんどくはなくて、旅行とかもたまには行けてたんですね。旅行とか研修医終了の飲み会とか、そういうのに参加してて楽しいなっていうのはあったんですけど、やっぱりなんていうか自分の中での気持ちの整理が、元気なつもりだけどふと思い返す瞬間みたいなのがあって、例えば内服のお薬飲むと足がしびれるみたいな症状があるんですけど、旅行先で歩いてて足がビリビリしてて普通に友達と一緒に歩けないみたいななった時に、なんか自分って普通じゃないんだなってふと思い出す瞬間とかがあって、そういうので、ってなったりとか、告知の時とかも泣かなかったんですけど、なぜか旅行先とか修了式の時とかになんかみんなと同じようにできないっていうので泣いた記憶はありますね。そうなんですね。ここで、ちょっとなので気持ちとしては旅行ですごい楽しいけど、っていう。自分のね、他のね、皆さんとちょっと違う自分の体であったりだとかっていうところで。そっか。いや、ね。だからちょっと上がってるけど、ちょっとネガティブなこともあってということですね。その痺れとかはどれぐらい続くんですか？基本的には半年間はずっとあるって感じで、なんか手がビリビリしててパソコン打ってたりすると指先がしびれてくるとか、歩いてたりすると足の裏が変とか、あと一番は冷たいものに触るとピリッとくるっていうのですね。初にオキサリプラチン点滴した時はやっぱり、例えば冬場に自分はやったんですけど、冬の東北だったので帰り道が寒いんですよ。雪が降ってる中をしかも送り迎えとかもなかったので歩いて帰んなきゃいけない。そこで歩いて帰ってきて、ドアノブを初めて触った時にまだなんだこれはってピリッと電撃が走って、でその後にハサミとか持つにしろピリッと来たりとかで、もう何もできないので、当然料理とかも自分でしなきゃいけなかったので、うわー、そっか、一人暮らしですもんね。そっか。いや、もうその時は全部 Uber Eats にしようとか思わなかったですか？そういうことも助けはだけど、できることは自分で。そうですね。皿洗いとかゴム手袋使ったりとか、あと家では靴下履いたりとか、そういったことですかね。そっか。だからそれはお薬が抜けたらその症状もそうですね。比較的にはそんな中でですね、次は選考医がスタートしていきます。選考医、選考医、研修医とまた別？そうです。2年間の研修医生活が終わった後に、その後自分の専門の科を決めて、そこからおよそ3年間とか4年間、5年間の科によって違うんですけど、そこでやって、その専門の科の勉強をしてる立ち位置ということになりますね。そうなんですね。じゃあ自分の専門をこの科で行こうっていうのを決めていく。そっか。これはもうあれですか、タモリさんはもうやっぱ大腸外科？いや、違います。何にされてるの？救急科って救急？これもね、ちょっと脱線します。救急はなぜ救急にされたんですか？救急科っていろんな患者さんをやっぱり見るんですよ。救急車で運ばれてきた人を見るとか、あと院内で急変した人とか、あとは重症の ICU とか管理したりとかで、
全身を広く見れる医者でありたいとか、あと正直消化器内科とかやっぱり自分の関わりがあるっていうので興味はあったんですけど、まだそれ一本で今後やっていくよりかは、他の全身見れるのが勉強したいなっていう気持ちが、っていう気持ちがあって、うん救急医療をされているんですね。はい。そんな専攻医がスタートしていきます。こっから5年だったら今も専攻医そうです。はい。されていかれまして、そして、その後ですね、こちら。はい。薬物療法を終了していくということで、ここでようやく終了していくのか。はい。はい。といったところで、上がっています。その後、今、こちら、現在に至るというふうな形ですね。はい。今はじゃあもう薬も抜けて、何もなく、結構手足のしびれとかも残る患者さんが多いんですけど、自分の場合はほぼほぼ今ないです。よかった。はい。はい。そういうね、ケースもあるということですね。はい。ありがとうございます。ここからですね、それぞれのちょっと各項目に分けてちょっとお伺いをしていきたいなということを思います。はい。まず一つ目の項目ですね。病院や治療の選択といたしまして、どのように病院を選ばれたの、どのように治療法を選ばれたのっていう SDM っていうですね、シェアードディシジョンメイキングという言葉もありまして、共同意思決定、今まではね、患者さんに対してインフォームドコンセントも、こうです。これでいいですかって同意を取っていた選択から、一緒に決めていきましょうよっていう今の時代の流れはあるかと思うんですけれども、こちらに関して、まず病院の選択って先ほどね、おっしゃっていただいたように、もう自分の病院で検査してからスタートしているので、もう自分の病院で。もうそこでですね。はい。そこで決めていったと。で、治療の選択に関しては、まず、初めのところですね、この手術をしていこうって言ったときは、もうこれはもうこれでやっていこうっていう感じですよね。そこも結構意見が分かれてるところらしくて、正直手術するまであんまり自分も分かってなかったんですけど、潰瘍性大腸炎がベースにある人の発がんっていうのは、他の場所も発がんするリスクが高いっていうので、一般的には大腸全摘が、これもガイドラインとかないので、そうかそうか、本当に専門家の方々の意見っていう感じなんですけど、全摘の方がいいかもしれないとはされてるので、ただ大腸全摘すると当然人工肛門つけたりとか、排出できなくなったりとかもあるので、そういうことを考えると、部分的に取るでよかったのかなとは思ってますね。何も今問題はなく、生活できてるので。そっか。もうそれは自分から部分摘出にしましょうって言ったのか、どうなんですか？一応チョイスとして、開毛部切除と、全摘とかも提案はしてくださった気がしますね。そこは少し相談をして、自分で論文とかも調べたりして、かなって感じですね。じゃあその一番の決定だというか、その部分摘出でっていうのは、やっぱ、何だったんでしょうか？友達さんの中で。部分摘出。別に全摘でもいいわけですよね。そうですね。部分摘出もあって、直江さんの中で最終的に部分摘出にしようと思ったきっかけというか。潰瘍性大腸炎のあれとはまた違うのかなとは自分は思ってて、普通の潰瘍性大腸炎は関係ない虫垂がんなんじゃないかと。だとしたら標準治療は開毛部切除なので、それでいいんじゃないかなと。あとは定期的にしっかり観察していけば、内視鏡検査とか受けてできた時に考えようと。そういうことですね。そして、こちらセカンドオピニオン行かれたっていったところに関しては、先ほど言った薬物療法するかどうかっていうところで、国立がん研究センターに行かれまして、でそして、薬物療法していくっていう、これはこの先生の意見が大きかったってことですよね。そうですね。潰瘍性大腸炎があっても、ちょっとやっていく方がいいだろうっていう認識あって。そうですね。やっぱり全然情報なかったですね。今思えば。そっか。いや、絶対この見られてる方もね、悩まれてる人多いと思うんですよ。潰瘍性大腸炎の治療、発がんの治療とかも今後増えていくとは思うので、ちょっと探してもないですね、あんまり。ですよね。タモリさんの場合は、
こうされていったっていう形ですけれども、はい本当ここはね、主治医の先生とよくね、皆さんも話し合っていただければと思います。はい。という風な形でね、治療の選択をされていかれましたが、その後、はい。辛かったこと、副作用や後遺症などといったところに移っていきたいと思います。この副作用や後遺症っていったお話、これに関してもね、先ほどいろいろお話しいただきました。あの、手術の時の、痛さもそうですし、またこの、薬物療法の手足のしびれはいなどありましたけれども、他には何かこう印象に残っているものありますか？例えば。あと吐き気とかはオキサリプラチンの点滴をした3日間ぐらいですかね、あって、ただ自分もそこまでひどくはなかったので、ご飯とかは好きなもの少量ずつは食べれてたって感じですね。はい。で、あとは便秘とか下痢とかがちょっと交互に来たりとかあって、そこはうまく自分でお薬調整して、下剤とか使ったりして対応してましたね。そのうまく対応するのは、こう医療者だから聞きたいんですけれども、なんでしょう、自分で、やっぱ、これこう来そうだなと思って、こう看護師さんとか医師とかによって調整してもらう感じなのか、どうなんですかね？処方されこういう症状がありますっていうのは素直に伝えて、薬ってあんまり皆さん使いたくないみたいな気持ちあるかもしれないんですけど、正しい使い方すれば何も副作用を軽減してくれるものなので、自分としてはもうどんどん使ってましたね。吐き気続ければ本当吐き気止め飲んでましたし、あとしゃっくりとかも結構出てたので、しゃっくりを止める薬とかも全然めちゃくちゃ飲んでましたね。しっかりね、処方してもらってっていったところで。処方された量を守ればあまり怖いことはそこまではないので、吐き気止めも含め、副作用とうまく付き合ってたってことですそうね。ですね、はい。そのお薬によって。はい。うん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 。あとあんまりなかったんですか、噛む時に顎が痛いっていう症状もありましたね。そういう副作用があるんですか？へえ。そうですね、ご飯食べようと口を開いた瞬間にピキッとここが痛くなるっていうのは、ファーストバイト症候群的な？だと思います。はい。それもお薬の影響で。はい。へえ。あんまりそれ説明受けてなかったので、なんだこれはと思ってネット調べたら、これは薬の副作用なんだと。じゃああれなんですね。医師でもやっぱ、そういう、なんだこれはって、探しいや、て。全然わかんないですね。そうですよね。はい。そんなね、副作用も全部、説明されたらもうえらい量になりますよね。はい。そっか。で、それで、それの症状は治ってくるんですか？そうですね、オキサリプラチンで点滴をした2日ぐらいですかね、その激しい顎の痛みとかは。はい。なので一過性なものかなと。はい。じゃあ、お薬終わったらまたはい。治っていくって感じですね。はい。次こちら。辛い時に支えになったことといたしまして、いろんなね、こう大変な時に、印象に残っていることで構いませんので、何かこれが支えになったなっていうのは何がありますでしょうか？あんまり周りが病人扱いをしなかったことかもしれないですね。周りが医療従事者っていうこともあるので、あんまり、普段身の回りにもいるっていうので、普通に接してくれたことですかね。そう普通になんですね。接して飲み会とかも誘ってはくれましたし。そうなんですね。普通にしてくれました。それが自分にとってはありがたかったですし、さっき言ってた飲み会とかで急に感情が出て泣いてしまった時とかも、本当に信頼できる友達とかには相談できたので、そこは良かったですね。はい。そっかそっかそっか。いや、もうそういう周りがいつも通りやってくれたことが一番そうですね。大変、支えになったとはい。いうことか。やっぱよく言いますよね。いろんな様々な患者さんも、今まで通り接してほしいっていうのは。はい。あとあれですね、なんか印象に残ってる旅行も行ったんですね、自分、その治療中に。それで、温泉に入った時に、注意のところに、悪性腫瘍の人は入んないでくださいって書いてるんですね。露天風呂とか。それ見て、僕からですけど、俺入れないかなっつったら、そうだねって周りの人がなんかいじって、お前ダメじゃんっていじってくれたっていうのもあって、全然、活動性ですごい体調が悪い方はやめてくださいって意味合いだったんで僕は入れたんですけど、なんかそんな感じで、今いじってくれるでもないですけど、そんな感じで接してくれたのは良かったです。そうだ。残念みたいなね。感じでね。逆にそれぐらい言ってもらえる方が、こちらとしても気が、
楽といううん、か、はい。ということですよね。はい。もちろんね、先ほど言ったように、本当にもう体調がすごく、そうですね。すごく芳しくない時はちょっとはい。遠慮していただいてという形かと思います。はい。そして次こちら、家族のことっていったところといたしまして、こちらね、まず、プロフィール戻っていくんですけれど、タモリさんに関しては一人暮らしをされていたといった中で、お父様とお母様とお姉様がお二人、うん。そして、祖母の方もいらっしゃるはい。というところで、どのように、だって一人暮らしじゃないですか。どのようにこちら、伝えていったのか、といったところも、はい。まあ、その診断をされた後に、父親かな、最初は LINE とかでメッセージしうて、ん。ああ、そうだったっていうので、まあ、向こうも当然びっくりはしてそうですよね。うんうんうん。なんですけど、自分がそこまで動揺してなかったので、向こうも落ち着いては接してくれたっていう感じですね。まあ、ちょっと祖母がだいぶ心配性だったのうで、ん。祖母には今もぼんやりとにはしてますね。ああ、そうなんですね。はい、やっぱり孫がこうなったっていうと多分心配しちゃうので、はい、ちょっとお腹痛くて入院したぐらいにはぼやかしてぼます。はい。やかしてる。ああ、じゃ、ネット検索されませんように。はい。そっか。で、お姉様には？もう、まあ、さらっとですね。うはい。ーん、ああ、じゃあ普通に、ま、こうなっメッセージたよぐらい、とかで、はい。こうなったよっていうところはい。で、じゃあ、ご家族の中でというか、こう支えになったこととかってありましたか？まあ、当然手術の時とかは実家からこっち来てくれて、面会とかしてくれたっていうのはありがたかったですし、ですね、あと年末年始とか帰った時とかは、普通に接してくれたのが、はい。そっか。じゃあ、もうあれですね、結構一人暮らしで生活されてて、できるだけ自分でこう頑張ってた感じ？そうですね、ほぼほぼ。ああ、そうなんでやっぱりすね。その治療中に実家に帰るっていう選択肢もよぎりはしたそうそうんですよね。はい。そうそうそう、だから実家帰ったのかな大抵の方と思ったんですけど。がそうするとは思うんですけど、やっうん。ぱり実家帰ってもずっと半年間家にこもるっていうのも自分としては気分めいりそうだなと思ってて、確かに趣味はい。アウトドアですもんね。そうなんです。ですし、向こうだと自分大学からその宮城に行ったので、知り合いもそこまで多くないっていうのあで、あ。まあ、家族とだけと、あと病院の往復っていうのが、自分にとってはあまり良くないかもなっていうのもあって、あ、それだったらもうこっちいた方がそうですね、はい。いいなっていうので、で。まあ、できる範囲で働こうという、はい、その方が気も紛れますしそうですよね、はね。い。そっかそっか。はい。次、こちら、妊用性のことといたしまして、妊用性、子供を作る能力のことを指すんですけれども、20代でね、癌に罹患されて、こういったお話って医療者の方からありましたっていうか、もう医師だからもちろんああ、知ってるっていうあれもあると思いますけど、はい。化学療法の種類としてはそこまで妊用性に影響が出るものではないので、先生たちからもそれほど強くは、妊用性をうん。保存のチョイスとかされなかったんですけど、自分からこういうのってどうなってるんですかってお話しした時に、病院のその、AYA っていうんですけど、若年のチームの方とかが面談に来てくれて、えそれで、まあ、精子保存とかそういうのあるよとは言ってくれたので、まあ、しといて、安心できるならしとこうかなっていう感じですね。宮城県だと助成金とかもあったので、申請すれば、お金の負担はしてくれたっていう感じ。うん。全額ではないですけど、はい。うんうんうん。これも、その妊用性の温存、精子凍結、自分の病院できる場合もあれば、はい。ちょっと違う病院に行かないといけなはい。いというか、クリニックに行かないといけないってあるとはい。思うんですけど、それは違うとこ行っちゃ自分は違うところですね。自分の病院に行きました？はできなかったので、はい。うん、違うところで。はい。じゃあ、手術とかケモとかする前に手術やって、化学療法の2週間前とかですかね。は前に、い。クリニックに行っはい。て凍結したとはい。いう形なんですね。うんうんうん。そして、次こちら。はい。恋愛や結婚についてというところで、先ほどあや世代というこう若い世代に関しまして、やっぱ癌になったことっていったところは今後のね、その恋愛や結婚のステップになんかを響いてくるんじゃないかっていう不安の方もいらっしゃると思いますけれども、こう、タモリさん的にはなんでしょう、パートナーに言うとか、そういったところに関してはいかがですか？あんまり、初めに言った方がいいのかなとは自分は思ってて、うん。当然向こう方も健康な人がいいっていう気持ちは当然あるとは思うので、そこも正直に伝えた上で、はい、把握してくれればなと、うはい。ん。当時は彼女いらっしゃらなかったっはい。ていう認識で合ってますかね？はい。うん。
やっぱまあ、じゃあ事前にちゃんと、まあ、お付き合いする前に言っていくって言ったところの方がいいんじゃないか。その方が後々喋ってっていうよりかはいいかなって。はい。うんうん。ただ、そこに対していろんな思いがあるので、それは皆さんの考えだと思うんですけど。はい。そうですね。まあ、田村さんの場合ね、なぜ医師になったのって言ったところから、なんかいろいろ潰瘍性大腸炎があってとかいろいろ話で、多分その流れでね、多分、がんのこともお話しされそうですよね。あんまり、隠してはないですね。ですね。はい。はい。そして次ですね。こちら、お仕事のことなんですけれども、お仕事について、このね、お話の中でも、お仕事については、いろいろいただいたんですけれども、このね、職場復帰のタイミングであったりだとか、まあ、そこからね、もうずっと治療されながらも、まあ、お仕事されていってということありましたけれども、先ほどもね、ちょっとお伺いした、ちょっと重複しちゃうんですけれども、体力的な面とか、そういったところは大丈夫でした？そこら辺はうまく調整していただいて、スケジュールが3週間に1回点滴の治療だったので、その3週間に1回の点滴は水曜日にして、木金とお休みをもらって、でその後の土日も休んで、でそこ休んだ後の次の2週間は働いてっていうのを半年間続けたっていう感じになります。そっか。じゃあ週末とくっつけて、ちょっと回復できるような。なので働きながらやろうかなと思ってる方には水曜日はちょっとおすすめかなと。水曜日とか木曜日に、そっか、水か木にやって金曜日お休みしていただいて、土日も休んでっていうような。で当然そのスケジュールでやってみてしんどかったら休もうねとは職場の方も言ってくれてたので、幸い自分はそこまで重くはなかったので続けれたっていう感じですね。後半とかは夜勤もしてましたね。すごい。はい。あと、僕聞きたいのは、その手足の痺れとかあるときに、やっぱお仕事でそのパソコン打つであったりだとか、いろいろやっぱ救急の措置をされているときにちょっとなんか気になることとかっていうのはなかったんでしょうか？それで細かい作業がちょっとしづらいなぐらいでしたけど、大きく活動が制限されるっていうのは幸い自分はあんまりなかったかなとは。確かに手術とかにあんまり入りづら感じはありましたけど、そうですね。心臓マッサージとかもしてましたね。心臓マッサージ全体的にね、あれですからね。なんで皆さんご安心ください。ちゃんとね、そこは命に関わるようなことは、痺れながらやってなせるので、ご安心ください。っていったところで、こういうふうなね、ことは、そうか、別に手足じゃない。あんまりお勧めはしないですね。そうそう、あともう一個聞きたいのが、その、体力的なところとかまで、もう、今はもう問題ないですよね。そうですね。本当に元通りかなと思ってます。元通りかなと思えるようになったのは、やっぱどれぐらい経ってからですか？治療が終わって、割とすぐかなとは自分の場合は。点滴の後が一番僕はしんどい。それが3週間に1回来るってやったので、点滴が終わったらあとはスンと戻ったって感じ。ちょっと手の皮がむけるなとか、ちょっとヒリヒリするなはありましたけど、それさえ抜ければってことですね。そして次こちら、お金のこと。お金や保険ってありますけれども、民間の保険とか入られてました？その学生時代からの流れで親がちっちゃい頃から入ってたやつはあったので、ただそれも当然専門のやつじゃないので、一般的なやつの範囲内では多少は降りたって感じですね。あと保険で入院の時のお金がだいたい入院費が25万とかかかるんですけど、そこも1ヶ月に最大で何ヶ月前までっていうのはなってるので、後でほぼ半分以上が返ってきたっていう感じですね。共済保険の中で、一時負担金ですね。そっか。それで返ってきて、では治療費とかで自分で持ち出しっていうのはそこまで多くなかった？幸いそうですね。じゃあ自分の貯金の中でなんとか工面してっていう感じですかね、治療に関しても。当然親もお金を出してくれたので、そこを助け使いながらっていう感じですね。これがやってる期間働けなかったらまた結構大変だったと思います。僕の場合は働けたので、なんとか。そっか。しかもあれですもんね。もうずっと潰瘍性大腸炎の治療がずっと続けられているわけですもんね。正直言うと
結構治療やめてたんですよね。やめてる期間だった。本来潰瘍性大腸炎治った後も一生薬は飲み続けなければいけませんよと、その発がんのリスクとか抑えるために。なのでそういうののために指定難病にはされてるってなんですけど、自分最終が大学の生に増悪して、その後は本当に普通の人と同じように暮らしてたので、正直お薬も飲むのをサボってはいったっていうのがあって、ちょっとそれが良くなかったのかなって振り返ると思ってますね。今はじゃあお薬飲まれる？そうですね、はい。その潰瘍性大腸炎の薬をまだ飲み続けてるって、はい。それは一緒ですかね。それは一緒ですよね。だからそこでね、そっか。だから指定難病だと補助が下りるのか。ただこれも症状がない人って指定難病になんないんですよね。おそらく僕の認識の中ではその重症度具合があって潰瘍性大腸炎の中でも、それがある程度の重症度合いじゃないと確か認定されないとか、あと認定するのにも結構手続きの手間があるので、僕の場合はそこ1種類のお薬を年間通して飲んでるなので、そこまで高いお薬でもないって、保険もその指定難病に登録されてもあんまり負担のお金が変わらないっていうのがあるので、もう僕は指定難病から外れてるって状態で、じゃあ3割負担で自分で払ってお薬飲んでるって感じなんですね。またこれが潰瘍性大腸炎が増悪したりとかしたら、もう一回申請するっていうにはなると思いますね。指定難病もそっか、病気と診断されたらっていうそこだけじゃなくて、一応一生治らないとはされてるけど、症状がなくなったら僕の認識の中では確かだと思います。そっか。全然その指定難病とそのグレード比較するわけじゃないですけど、アトピー、僕もアトピーなので、ちょっとそういったところで悪くなったりそのちょっと小康状態になったりとか、そういったの似てますね。そうなんですよね。はい。そして次こちらですね。工夫したこと。これは入院中でも構いませんし、退院後でも何か生活面、何でも構わないんですけど、工夫したことって何かございますかという質問ですけど、何か工夫したことありますでしょうか？手足のしびれが一番冷たいものに触った時にビリッとする感覚があれだったので、通勤とかでは手袋をつける、冷たいものは触らないとか、あと寝る前とか出勤する時とかには手足の保湿クリーム塗るとかですかね。やっぱ保湿ってめちゃくちゃ医療者から推奨されるじゃないですか。やっぱちゃうんですか？大事だと思いますね。やっぱり皮がむけるっていう症状もあるので、それの影響で歩くのもしんどくなる患者さんもいらっしゃるので、僕の場合はそういうのが起こる前にわりかし毎日塗るようにはしてたっていうのがあったので、そこまで足の皮もむける、むけはしましたけど、痛くて歩けないってほどではなかったですね。そっか。そういったところで工夫をしていたということですね。そして次こちら、情報の面といたしまして、がんノートもね、ネットで発信していますけれども、情報はやっぱあれですか、タモリさんレベルになるともう何でしょう、医療者ネットワークから情報を仕入れるとかになるんですか？どうなんですか？病気のことは自分でも当然論文とか調べたりして、あとはいろんな知り合いの先生とかに聞いたりとかしましたけど、やっぱりそれでも情報足りないっていうのはありましたし、具体的にあと若年の人がなった時にどういう生活をするのかとか、働きながらできるのかっていうのは、近くの図書館とか行ってそういう本を何冊か借りて見て読んだりはしましたね。そうなんですね。行かれて経験談がまとまってる本とかも確かあったので、そういうの読んだりとか。いろいろじゃあ情報とかそうなのか、やっぱ医療情報以外の情報も知りたかったって感じ？そっちの方が自分としては一番嬉しかったですね。あとこういう経験談のサイトとかも僕は実際見てたので、そこでこんな感じなんだっていうのは。そうなんですね。そっか、やっぱいやなんか励みになります。医師の方でもそういった全然見てます。医療者以外医療以外の情報も大事っていう、なんならそっちの方がメインぐらいと思ったんですね。じゃあインターネットもそうですし、図書館も行かれて本でもそうですし、様々なところで仕入れられてる。ちょっとこれは医師であるタモリさんにお伺いしたいんですけど、このね見てくださっている方がいろんな情報で困ってる時があると、これが例えばこれがいい情報なのか悪い情報なのか、大丈夫なのかどうなのかって一般のね我々にとっては結構難しいと思うんですけど、タモリさん的にこういったことがあるとちょっと
やめといた方がいいんじゃないとか、こういったものは信頼できるよとかっていうのはありますか？治療法としてっていうことですかね。まあそうですね。どちらかというとやっぱあー医療的なところそうからですね。やっぱり今悪性腫瘍とかの治療法はいろいろあって、一般的に言われてるいわゆる民間療法みたいなのもあるにはあって、今推奨されてる治療法っていうのはそれなりに検証されて安全で効果があるというものなので、それとは別ルートのやつはその本とか勧めてる人がいいことしか言わないことであっても、それがスタンダードじゃないってことは何かしらの理由があるので、ちゃんと推奨されてるというか、ガイドラインに載ってる方法を一番だとは思います。それ以外の自分の心の励みになれるようなやつを試すっていうのはいいですけど、それから外れて治療するのはさすがにやめた方がいいかなとは。っていうことか。はいそっか。はい。ちょっと意地悪な質問になっちゃいますけど、まあタモリさんの場合はその手術の時も、はいそのガイドラインの方になるのか、どうなのかみたいなところ。それガイドライン2つ書いてあるんですっけ？あれ逆にないのか？あれどうでしたっけ？中膵がんとしてはこの開毛部切除が良くて、潰瘍性大腸炎の発がんっていうのはあんまりガイドラインとかないですね。はい。そっか。だからもうその時は、ただ、その時はどうしたらいいんや？そこの天秤は本当に主治医の先生と相談って感じですかね。そういった時はね。いろんな多分希少がんの方とかは当然ガイドラインとかあまりないので、あと、病院の先生も普段慣れてない疾患っていうのは多分往々にしてあるので、いろんなとこから情報を仕入れてというんですか。まあそのためにね、手術だけじゃなくて薬物療法の時はセカンドオピニオンに行かれましたしね。はい。まあ専門の先生にも相談していただければと思います。そして次こちら、がんになる前と後で変わったことといたしまして、まあこれは気持ちの面でも生活の面でも何でも構わないんですけれども、がんになる前と後で何が一番変わりましたか？まあやっぱり健康に少し気遣うようになったかなと。僕、お酒とか好きでしたし、いろいろ飲んだりとか、運動とかもちょっとサボってたりもあったりとか、あと潰瘍性大腸炎の定期的な2、3年に1回とか推奨されて、それはやってはいたんですけど、やっぱり今後もやることは大事だなっていうのは改めて思いましたね。あと、言い方悪いですけど、やっぱり若い人でもこうなるんだなというか、僕も漠然と、80歳まで生きるもんと思ってたので、なんかそれって普通じゃないんだなというか、いつ何かあるか分かんないから後悔しないようにはその時生きようと。何が起こるか分かんないからね。だからそういったところで、一瞬一瞬大切に生きられているという点もあるんですかね。そしてその次こちら、時の自分へということで、これが発覚した時もしくは治療中の時、そしてその手術の時でもいつでも構わないんですけれども、時の自分へ何か言葉をかけるとしたらどんな言葉をかけますか？心配しすぎ、だもんなとは伝えたいかもしれない。どの時の自分に対して？結構最悪なことも自分では考えてて、5年生存率があんまり良くないことであったりとか、そういうので悪いことばっかりをイメージしてたっていうのはあったので、そこまで最悪のケースばっかり考えない方がいいよと。あといつかはどうせ終わって普通に市場に戻れる時があるから。っていうのをがん告知の後ぐらいの自分に対してですかね。そうですね。に言ってあげたいということです。そして次こちら、大切にしたいことといたしまして、なんか今後のね、夢や目標などあればちょっとお話しいただきたいなと思っております。あと、これに応募したきっかけにもそうなんですけど、もともとあんまり周りの人には喋ってなかった。知り合いぐらいしか。で、それで今だいたい化学療法が終わって1年ぐらい経って、もう本当に治療したこととか自分ががんにかかってたことを忘れることのが多くなってきたんですね。それでただスマホとか見返した時に、自分はこういう思いをしたんだと。で、それがただ自分の中だけで消化されるのってなんかもったいないなというか、それを何かに生かしたいなって気持ちが最近やっぱ芽生えてきて、自分がこうやって何もなかったように生活してる時にも誰かしら新しい患者さんとかはなってるわけで、
そういった人に対して何かお手伝いできることであったりとかができればなとは最近思い始めたところですね。自分が調べたことをなんかまとめるであったりとか、なんか、身近な人の相談に、これを見た自分の指令が連絡してくれれば嬉しいですよね。ね、はいやっぱそういう、特にやっぱこう、虫垂眼はね、情報も少ないですしね、どうなっていったのかっていうところもね、大事だと思いますし。自分もこれの虫垂眼の専門ではないので、医療的アドバイスは全面受け入れはしないですけど、心理的なアドバイスとかは全然できるので、いや、本当に経験談は本当、心強いなと思います。ありがとうございます。その時楽しいこととかワクワクすることをしっかりやりたいなと思いましたね。その時ワクワクすることね。なので、今後はどんな、こう、キャリアを積まれていくんですか？タモリさん的に。そこもちょっとまだ明確には決まってないんですけど、救急科としてずっと続けていくであったり、もしくは他の、このベースを生かして他の科に進んだりとか、いろんなことがある、その時に応じてやろうかなと思ってますね。ね、美容外科には進まない。今のところは。今のところ、数年後なってるかもしれないです。まあね、こう、いや、本当タモリさんのような、医師の方をね、こう救急科で活躍してくださったりだとか、あと他の分野でもね、きっと活躍してくださると思います。ありがとうございます。ここからですね、ちょっと皆さん、ここから、インフォメーションに、進めさせていただければと思います。インフォメーションといたしまして、まずがんノートの紹介ですね。がんノート、患者さんのインタビューをこのような形で発信しております。医療情報だけではなくて生活の情報などにフォーカスしております。もちろん医療も大事なので、そちらもお話をしていますが、そんな中でですね、がん経験者のリアルな生活というこちらの書籍も、出版させていただいておりまして、こちらもね、お手元の、お近くの書店や、Amazon さんなどでも、これ多分呼びましたね、僕。嘘？なんか見て、そういえばこれ見たわ、図書館で借りました、確か。本当に？あれ、多分、そうなんですよ。これ何年前ですか、出版？これは、もう、けどもう習えてる時にはなってます。多分見てましたね。2、3年前。おすすめです。ちょっと、覚えてたらでいいです。見てどうでした？やっぱりなんか項目ごとに分かれて細かに書いてたので助かりましたね。すごい患者さんで見てくださっている方に出会えた。あんまりいないですか？なかなか聞く機会なくて。あったと思いますね、これ。だって知り合いはね、買ってくれたりとか見てくれたりとかもちろんしますけど、全くこう、なんですかね、やっぱこう、それまで関係がなかった、ね、患者さんっていうのは、ありがとうございます。ぜひ、いや、嬉しいですね。ちなみに、オーディブルなどでですね、もありますので、こちらもね、もし聞くっていったところもできますっていうところと、あとチャンネル登録やね、高評価、コメントなどもお待ちしております。ぜひぜひ、ここまでいてくださっている方は、チャンネル登録などで応援してもらえると嬉しいな、ということは思いますし、もしね、私は出てみたいよっていう方は、出演応募フォームっていうのがホームページにございますので、そちらからぜひぜひお待ちしておりますといったところで、タモリさんは、がんノートのことはご存知でした？知ってました。診断を受けたぐらいから、じゃあ、虫垂眼出た時、永井さんの動画であったり。そうです。出ましたね。見てくださってということで。で、出演しようと思ったのは、さっき言っていただいた自分の経験を、やっぱ社会に生かして、といったところで。名前出すのとかちょっと迷ったこともあったんですけど、いいかな。そうですよね。いや、本当に、そんな中でね、出ていただいてありがとうございます。迷ってる人いたら、応募してみて。そうですね。最大限の考慮というか、どのような形で、一番大事なのは経験談のところで、同じような方がいるであったりだとか、これヒントになるなっていうのが、一番、中身が大事なので、またご相談、その際にいただければと思います。そしてここから、メッセージに移っていきたいと思います。タモリさんね、ご視聴者の皆さん、に対してのメッセージいただいておりますね。次こちらになります。メッセージは胸を張って前を向こうです。辛いこととかあれば、最悪なこととか考えちゃうこともあると思うんですけど、前向いてれば、いろんなこと、楽しいこともあるので、あと、がんになったことは決して恥ずかしいことじゃないし、それを経て自分は絶対強くなってると思うので、前を向いて胸を張っていきましょう。
応援してます。はい、ありがとうございますね。胸を張って前を向こう。恥ずかしいみたいな、そういった思いっていうのは、タモリさんの中ではあったりとかしましたか？になったこと。恥ずかしいとか、なんか知ったことでそれが自分にとってマイナスになるんじゃ、当然いろんな考え方の方がいらっしゃると思うんですけど、僕の場合は、行った方が気が楽かなと。っていったところで、そして胸を張ってね、前を向いて、治療や生活していただければということで、お話をいただきました。という形でね、はい、これにてね、がんノート終わっていくんですけど、タモリさんいかがでしたでしょうか？こういろいろ喋ってて、自分の気持ちが整理された面もありましたし、参加してよかったなと思います。ありがとうございます。ね。やっぱ実際にどういう経過をしてきたのかっていうグラフでもね、こう見えていくっていうのを、ご好評いただいておりますね。いや、こうやってね、タモリさんのような方が見てくださった方は次のね、方のためにっていうことで出てくださるのは本当にがんノートとしてもありがたいので、ぜひぜひ、医療現場でもがんノート広げていっていただきたい。ポスター貼ってきます。冗談ですけれども、そういった形でね、今後とも、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、これにてがんノート終了していきたいと思います。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバーイ。